うわ、マジか。これ2回目だよ。無限 RD とも離れ離れですね。元気になってこいよ。また一緒に走ろうな。はい、マジで神カー TV のゴッドです。ご視聴ありがとうございます。今回ですね、僕の大好きな愛車が無事に退院しました。ここで今回は退院した初期の様子と退院したら早速インプレッションをしてまいりましたので、ぜひ最後までご覧ください。ウッド系の挙動がおかしいな。ちょっと今エコモードに変えました。いやー、待ちに待ちましたよ。じゃん、愛車 CRD 無限 RG が戻ってきました。今10時ですね。10時15分です。ディーラーさんの方にね、受け取りの方に行ってやっとね戻ってきたんですよね。めっちゃね洗車してもらってめっちゃ綺麗なんですよ。いやー、かっこいいね。もうねディーラーさんからここまで走ってくるのにもね、もう楽しさがもう桁違いでしたね。台車とはやばいぐらい楽しいわ。はい、ファーストインプレッションといきますか。すいません、大変お待たせしました。CRD ですね。はい。交換の方終わりまして、今、確認もしまして、大丈夫かなと。あ、ですか。この後ですね、ゴッドの喜ぶ姿が映りますので、苦手な方はスキップしてください。10時受け取りイェイ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 、10時受け取りイェイ、やったーやったーやったーワンやったーやったーやったーワン。よし、エンジンかけます。クラッチ踏んでね。よし、ファーストインプレッション。めっちゃねいろんな説明のやつはございますけども、よし、ちょっと走っていきますか。仕事前なんですけど走っていこっかな。楽しみ。もう全然違うから。ファーストインプレッションですよ。まだねこの CRD はブリーチでいうノーマルモードはね視界なんですよ。今ノーマルモードで走ってるんで視界なんですけど、スポーツモードはですね挽回なんですよね。なんでブリーチの話が出てきたかっていうとね、僕のね CRD 無限 RG のシリアルナンバーが死神をね連想させるナンバーなんですよね。だからブリーチにはちょっとした縁を感じるとこがございます。このアクセルレスポンスさすがだね。全然違う。レスポンスの速さがすごい。かわいい子供たちが散歩してる。よし、行きますか。挽回ですよ。右曲がったら行きます。こういう時に限って赤になるんだよな。あ、来た。行きます。見せろ、唯一無二の楽しさを。挽回。やばい、楽しい。いやー楽しい。なんでしょうかこの楽しさは。いやーこれは楽しい。全然ね別の車に乗っとる感じですね。いや久しぶりに。ずっとエコモードだったからな。いやー楽しすぎでしょ。こんなに違うの？楽しさが。楽しさやっぱ違うですよ。このエンジン音素晴らしい。心地がいいわ。なんでしょうねこの車。めっちゃ人を引きつける力がありますね本当に。もうアクセルをねもう軽く踏んだ時のレスポンスの速さですよ。これはねモーターとスーパーチャージャーがしっかりね仕事してますね。もう全然違う。フィットを台車で乗ってましたけど、レスポンスの速さがね本当に全然違いますね。
アクセル踏んだ瞬間にグッて前に出るんですよね。フィットはね CVT なのかちょっと遅れるんですよ。ちょっと遅れて前に出る。ターボラグと似てるのかな、その辺は。でこの車はねアクセルフッて踏んだだけでグッて前に出るんでね、この力強さが本当にすごい。挽回無限神城。なんでこんなね名前にしたのかっていうのはね、ちょっと皆さんご想像にお任せしますよ。オリジナルですね、僕の。いろいろ考えましたけど、たまらないこの足回り。いやー楽しい。2週間ぶりに、1週間ぶりに愛車に乗りますけど、たった1週間ね愛車に乗らなかっただけで、やっぱりこの愛車のね良さってのをねひしひしと感じますね。久々に乗るとやっぱり楽しさが桁外れですね。もう本当に楽しすぎますね、この車は。エコモードに至ってはもう1ヶ月以上ずっとエコモードだったんでね、やっぱスポーツモードの楽しさはやばいですよ。挽回無限神城。これは気持ちいい。今はねギアを高めで加速していきましたけど、全然それでも楽しいですね。たまらんのとギアが入らんのよね。おー楽しい。やばい、これはやばい。足回り勝て。ブースト系の挙動がおかしいな。ちょっと今エコモードに変えましたね。おかしいんで一回お店の方に入って確認します。おかしい。なんか湯気が出てくるのは正常な。もう一回家帰ってみるか。久しぶりにスポーツモードで走行の方してたんですけど、エコモードでずっと走ってて、久しぶりにスポーツモードで走行の方したんですが、ブースト系のね挙動がなんかねおかしかったんですよね。アイドリング不要みたいに、こうねアクセル振るとブースト上がるんですけど、それがねちょっとアイドリング不要って感じで、全然ずっとこうブレてたんですよね。なんでおかしいなっていう感じがすごいしまして、これは危ないと思って一回ねお店の方に止めまして、もちろん利用しましたよ。お店の方止めましてちょっと確認の方しましたね。今のところは大丈夫そうな感じでしたね。そこから家の方に帰りまして、もう一度おいあれ飛び石じゃん最悪。家の方に戻りまして、そこからもう一度ですねオイルの量が減っていないかっていうことと、エンジンの周りですね、周囲のところにスーパーチャージャーのオイルが散っていないか、オイルの減りがないかを確認しました。オイル漏れの方はねスーパーチャージャーの本体とトラクションオイルのレベルゲージの方を確認しましたところ、特にオイル漏れはしてないなというふうに判断の方をいたしました。それからしばらく走行の方しましたら、ブーストのかかりがね落ち着いてきたんで、ブレもねなかったんで、おそらくECU ですね、車のコンピューターが
まだ学習途中であったっていうことだと思いますね。オイル交換もね一緒にしてるような感じなんで、ガラッとねオイルの方変わりましたんでね、それも関係してんのかなって思います。しっかりとねブーストかかるようになったんで、とりあえず安心ってところはありますね。これからね2万キロかな、次オイル交換するなら2万キロまた走行したら今度はまたトラクションオイルと今度フィルターですね、フィルターの方を交換するっていう感じですね。しばらくお金がかかるっていうのはね抑えられるっていうのはいいところですね。チャンネル登録500人行きたいですね。500人行ったら質問箱を設置できるんで、皆さんと交流する幅が広がるんですよね。結構ね紅葉がね綺麗な時期になりましたよね。こういう山道とかをね走っておりますと、早くね紅葉とか見に行きたいですね。こういう時期はやっぱね奇跡を感じられるところにドライブ行くって結構ね気持ちがいいんでね、走っていく、この CRD 無限 RD なんですけど、ブーストのねかかりがちょっとね面白いんですよね。今ね軽く踏んでるだけですけどあんまりブーストかかんないんですよ。こっからね今前にトラックいますからやりませんけど、アクセルをグッて踏むとブッてねブーストが上がりまして、こっからググって加速の方していくんですよね。これまたね面白いんですよ。コーナリングいいですね。コーナリングマジでいいです。急カーブでもね、急カーブでハンドルをいきなりグッて切ったとしてもリアのね追従性がねしっかりとついてくるんですよね。こうグッてねハンドルを切ってもリアがしっかりとついてくるんですよね。この車 FF なんですけどしっかりとリアがついてきてくれるので、本当にコーナリングはね安定の方してますね。ここの通りはトラック多いですね。なんか抜け道なんですかね、結構トラックが多いなっていう印象はありますけども、ブースト系がね本当に落ち着きましたね。アクセルの方を踏みまして、1回グッて加速するとちゃんとブーストがかかりますんで、さすがはコーナリングマシーンだけあるなっていうコーナリング性能の高さですよね。加速の方もねこの車はスーパーチャージャーついてるんでめちゃくちゃ速いんですけどね、次にね乗る車がちょっと困っちゃうところはありますね。燃費もいいし、そしてさらに加速もいいっていうね、これはね次乗り車に困っちゃうところはあるんですよね。はい、最後まで見てくれた方におまけエイド。久しぶりのアイチャラ、やっぱかっこいいな、やばいな、めっちゃかっこいいや。洗車してくれた、ありがとう。この動画がね面白ければグッドボタン、そしてその横にあるチャンネル登録ボタンを押していただき応援のほどよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。